皆さんこんにちは。犬です。今回は技紹介胴技4選真っ二つ。本日までご登録いただけた方、高評価、コメントくださった方、ご視聴いただいている皆さん、本当にありがとうございます。本当に励みになっています。見ていただいている皆さんと剣道を楽しめるように、これからも一本一本心を込めて作っていきますので、まだの方ご登録お願いします。胴技を紹介させていただきます。今回もご紹介するどの技も試合や稽古で使えるものを選んでおります。特に逆胴については苦手意識を持っている方が多いとか聞きますので、中でも丁寧に解説をさせていただいております。すでに上手な方も多いとは思いますが、今回の動画を機に初心者の方、逆胴苦手意識のある方、今日の稽古から使いまくりましょう。皆さん打てるようになっちゃいましょう。また今の自分より強くなっちゃいますよ。楽しみ方の幅広がりますよ。大逆転かましてチームを救ってヒーローになりましょう。今回は逆胴を1つ、胴の技を3つご紹介します。逆胴については特に打ち方の基本的なところもお話ししていきます。苦手な方は何度も見て実際にたくさん使ってみてください。まず胴技は相手が腕を上げないと絶対に当たりません。相手の手元を上げさせる工夫が大事になります。サムネイルの逆転とヒーローについてですが、団体戦でも個人戦でもリードしていて守りに入っている相手はより手元が上がりやすくなります。守りきれば勝ちと思っているからです。経験がある方も多いと思います。そんな時、空いてるのに打てない、自信がない、打ったことないではもったいないです。僕は現在もリードされている相手に時間内に取りに行く練習をしています。その中で逆胴と裏面は特に決まりやすいです。決まらなくても逆胴を当てたり見せたりするだけでも他のガードが甘くなります。また通常時より明らかに逃げている相手に対しては少し軽くても旗が上がりやすいです。逆に守る側になった時には気をつけなければいけませんね。ヒーローになる、会場を沸かすチャンスです。失敗を恐れず、そういう時こそ楽しみましょう。まず相手の手元を上げさせて逆胴です。ポイントを分けて説明します。項目が多いので先にお示しするとこんな感じです。まず僕の打ち方はこんな感じです。前に入って決めるパターンと引くパターンがあります。入り方の工夫をしている点をお話しします。避けようとする相手の逆胴を打つ場合、結構近い距離まで詰めないと届きません。竹刀の動きを見てください。まず下を攻めます。打つぞというのを相手に伝える。次に上を攻めます。この時に大きく間合いを盗みます。手元が上がったところを打ちます。最初に下を攻める動作を急に、次に上を攻める動作を急に、ここが大事なポイントです。びっくりしてとっさにとりあえず避けようとなってくれれば成功です。出ようとしたところを狙っている相手や反射的に打ってきてしまう相手には注意です。よく相手の特徴を自分なりにでいいので分析してから使ってみましょう。同じ動きをすれば必ず相手がそうなるわけじゃありません。打ってきちゃう相手もいますので、その時には避けないといけません。相手の特徴をつかむことと打ってきたらしっかり対応するっていうことは忘れずに攻めましょう。ではああいった逆胴を打つためにどんなことが必要なのか、基本の説明をしていきます。まず距離についてです。逆胴は他の部位よりも特に打ちが軽かったり上を叩いたり下を叩いたりして音が悪かったりすると一本にならないことが多いです。相手の手元がしっかり上がっていることとしっかり打突部位を捉えていることが重要です。体勢からしても失敗した時に打たれる危険も大きい技です。そのため
しっかりと間合いに入り込む必要があります。自分の竹刀の先が相手の竹刀のつばのあたりに来るぐらいの間合いまで入りましょう。守りながら入るとか、先ほどの僕の攻め入り方、下や上を攻めて気づかれないうちに入り込んでしまうなどのように攻め入り方を工夫しましょう。続いて打ち方です。胴打ちは基本的に踏み込まないで打ちましょう。経験上引き胴だけは踏み込んだ方がいいですが、踏み込まない引き胴もあります。ただ引き胴以外を踏み込んで打つのは実践的には遅くなるのでやめた方がいいです。ただし手元を上げさせるために胴技の前に踏み込むのは有効です。今回の逆胴ではやっていませんが、タイミングや打突の感覚を覚えるためにこのように練習してみましょう。右膝を曲げて腰を落として打つとかっこいいです。この格好に慣れていない方はまずこの格好を練習して違和感をなくしていきましょう。徐々にです。見ただけでいきなり試合でできるなんてことはありませんからね。次に竹刀の抜き方です。刃筋を通して打つこと。当たるんだけど竹刀がうまく抜けない原因と一本にならない原因はここが大きいです。竹刀の刃の部分、つるの裏側の面ですね。で当ててその角度のまま抜くようにしましょう。手首が返っていなくて竹刀の横の部分、刃じゃない部分ですね、刀でいうところので当たってしまったり、当ててから抜くまでの間に竹刀の角度が変わってしまうとうまく抜けません。刀で相手の右上から左下に切ることをイメージしてゆっくり練習してみてください。相手の体に入った刀の角度が途中で変わっちゃったら絶対最後まで切れないですよね。この刃筋が通っているかどうかは審判員から見ると分かります。いい音がしても審判員から見てなんか不自然だなとかなんか違和感あるなって見えた時はだいたい刃筋が通ってない打ち方になってしまっています。打った選手からすれば手応えもありいい音も鳴って旗を上げてほしいところですが、そういう打突は旗が上がらないと覚えておきましょう。審判の先生の意地悪ではないんです。遠い位置を打つ場合、竹刀の先側と中指の間で当てます。相手の体にめり込ませるように力強く抜いていきます。抜いた後は相手の斜め後ろ奥に竹刀の先を向けていきます。近い位置を打つ場合、竹刀の先側と中指の間で当てます。この時肘は軽く曲がっています。左拳を自分の左腰に持ってくる、もしくは左肘を引く、イメージしやすい方で OK です。わかるわかる。続いて斬新の取り方。中学生や高校生が試合でこのように斬新を取っているのを見たことがあります。フルスイングしてその勢いのまま回転してしまう、プラス一本になってほしいっていう審判にアピールする気持ちはすごくよくわかるんですが、もったいないです。普通の胴打ちで考えるとこういう動作になってしまいます。逆胴を打った後は相手にこのように当たるか左にさばくのが美しい斬新で、審判からしても気持ちよく
旗を上げたくなる斬新になります。決め方、アピールの仕方を工夫してさらに一本になる機会を増やしてください。相手に当たる時のポイントですが、竹刀を抜いた後できるだけ早く体を相手にぶつける。抜きながら入らず抜いてから入るとうまくいきます。その時自分から見て頭は相手の右に、竹刀は相手の左に、右肘あたりを相手の体の中心にぶつけてみましょう。左にさばくポイント、右足に体重を乗せて打突します。竹刀を抜きながら右足で体を左側に蹴ります。素早く相手から距離を取りましょう。その時相手から目線が切れますが、追いかけてきている可能性大なので、一本の自信があっても相手の気配を感じながら振り返る瞬間の後打ちに注意しましょう。はい、2つ目の技、避け入って胴です。避ける動作をしながら入るのですが、面や小手が空いたら打ちますよっていう狙ってる雰囲気を出しながら避けながら入ります。それを怖がった相手が手元を上げる瞬間に裏切って急に下を狙います。ちょっと僕下手ですね、すいません。もう少しゆっくり入りながら面を狙ってる感が出せた方がいいですね。そして急に加速して下に打ちに行くみたいな、面技3選の動画にもあった入り方です。もしその途中で打ってくれば守れるし、手元を上げれば胴を打てるしという便利な技です。打った後は全速力で抜けていきましょう。中途半端なスピードや距離だと一本になりづらいです。しっかりアピールしましょう。はい、3つ目の技、面胴。これも他の動画で紹介させていただいた面々や面小手と同じ種類の技ですね。僕はこういう二段技使いやすいって思うんですよね。相手のガードが深い時に面々や面小手が当たらない時にはこれが有効です。ただ動作が大きいので相手の反応が早い場合は、できるのであれば面々とか面小手の方を優先した方がいいと思います。早いんで。でもできるに越したことはないし、使える場面も必ずありますので練習してみてください。逆胴と同じように踏み込みと面のフェイント、踏み込まないで胴打ちです。ドンパン、このリズムで覚えましょう。ドンパンです。はい、最後の技、小手胴。これマジ便利です。強い相手に効きます。本当は内緒にしておきたかったぐらい。皆さん内緒で自分だけのものにして使いこなしてください。まず打ち方のポイントは、小手胴の小手は小手の少し手前を打つということです。小手を打っちゃダメです。胴までの距離が近くなりすぎてしまうからです。偽物の小手です。上から打つパターンと下から打つパターンがあります。お好きな方を使ってみてください。まず偽物の小手に対してビビって手元を上げたらそのまま胴が打てます。次に偽物の小手に反応して出鼻面や合手面を打つと、これまた胴が当たってしまいます。本当なんです。練習してみてください。そして強い相手に効く理由ですが、強い人ほど普段の稽古から出鼻を狙っていることが多いからです。いやいや犬よ、強い人は手元上がらないんだからそんな打てないよという声も聞こえてきそうですが、意外と当たるんですよ。特に試合ならなおさらです。稽古は打たれても終わらないので冷静に対処されてしまうことも多いです。プレッシャーがないから。でも試合は当てられて旗が上がっちゃったら終わりなんで、プレッシャーがあるんで手元が上がりやすくなっています。そして稽古をしっかり積んでいる人ほど偽物の小手に対して待ってましたって出鼻面とか合手面を打ってくることが多いです。むやみに打ちまくってればバレてしまいますが、ここぞという時には使えます。僕も高校生の時に同年代で日本一になった選手にもちゃんと当たりましたし、インターハイや国体、そういうところで活躍するような選手にもそれで勝ったりしたこともあります。結構当たるんです。面白いので練習して使ってみてください。
はい、いかがだったでしょうか。試合は誰でも打たれたくない、怖い、そういう思いが働いてしまうものです。そういう心理を利用して手元を上げさせて打つこれらの技は身につけておけば試合が上手くなるし、そんな風に試合を楽しめてる自分を想像したら素敵ですよね。いやいや面で勝負だよっていう方もいらっしゃると思います。その考え方も素敵です。でも僕はその面を生かすためにも相手の意識を下に向けられるこれらの技を覚えることは必ず役に立つと思いますし、剣道を楽しむことにもつながると思います。前にもお話しさせていただきましたが、難しいと思っている方や思っていた方いらっしゃると思います。ですが剣道の技なんて練習したら絶対に誰でもできるようになりますから、これまではやり方を知らなかっただけ、あなたが不器用だからとかいうことではないです。何度も何度も練習して楽しみながら新しい自分に一緒に進化していきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは。